研修先がステュークスってどういうこと？なんかリハビリ中にうちの父親が声かけたらしくて。マレウスってスマホもそれ以外の電子機器もよく壊してるし、魔導工学系の授業も取ってなかったわよね。そんなやつがギークだらけのハイテク組織で役に立てんのか？君たちが見てたのはステュークスのごく一部のセクションっていうか、ハイテクにかぶれてるのは技術開発部や研究部の一部だけなんすわ。研究分析系のセクションでは遺跡から出てきた古代の魔法道具の復元や魔導書の解読、かなりアナログな研究を地道に泥臭くやってる。最近は茨の谷から貴重な資料が大量に提供されたのもあって、全然人手も足りてないらしくて。研究対象兼研修員として3期続けてステュークスに世話になることになった。マレウス氏にはいろいろ取らせてもらいたいデータもあるし、万が一トラブルが起きても嘆きの島の内部ならうちの両親が何とかするだろうから、実家で同級生が働いてるという拙者の気まずさ以外はウィンウィンっすわ。はい。本当に嘆きの島の番人たちには感謝せねばならんの。じゃあそこで単位取得さえできれば留年せずに済むってことか？ああ、研究に貢献し B 判定以上をもらえるように励むつもりだ。リリアちゃんもステュークスに行くの？いや、わしは奇跡の国のエレメンタリースクールに研修に行く。エレメンタリースクールってことはまさか教育実習か？おう、教員免許を取ってみようと思ってな。マジで？学校の先生目指すってこと？ああ、今回の件で後進を育てることの大切さと難しさ、そのどちらも痛感した。茨の谷にも学校はあるが、人間中心の学校とは何もかもが違う。この先を思えば互いに知恵を交わし、全ての種族が共に歩める道を探るべきじゃ。であれば残された時間をそれに費やしてみるのも悪くないかと思ってな。わし部下も弟子もめっちゃ感覚で育ててきたからの。教育というやつをしっかり学ばねばならん。人間の歴史と妖精の歴史、どちらも学べる授業なんて素晴らしいじゃないか。もし君が教師になったら私もぜひ授業に参加させておくれ。おいおい、何年留年するつもりじゃ。大学に入らにゃならんし、最低でも5年はかかるぞ。あら、学びたい気持ちがあれば何歳になっても学生をやり直していいのよ。私たちの同級生には700歳の妖精がいるんだから。それもそうじゃの。といい話風に語っとるが、まずは学年末の試験を突破し進級できなければこの話はご破算じゃ。その前には学園対抗戦もある。世話しないな。お主らは学園対抗戦に出場するのか？寮長なんで強制参加っすわ。嫌すぎる。今年はどんな種目になるんだろう。去年とはガラッと変わるのかな？何が来ようが俺はマジフと言ったから、他に選択肢はねえ。両混合チームで挑む競技会。ああ、どんな美しい試合が見られるんだろう。胸が高鳴るよ。頼もしい後輩たちもいる。今年こそ99戦99敗の負の伝統を打ち破りたいところだな。負の伝統？上等じゃない。私たちは過去をなかったことにしたりしない。歴史も後悔も全部受け継いで宿命を打ち破り、新しい伝統を打ち立てるの。100年目に打ち立てる新しい伝統か。悪くない。魔法師養成学園対抗競技会。その日が来るのが待ち遠しいな。ミッキー更新調査？2人が協力してくれたらすごくいいデータが取れそうだなって。わかった。俺たちでよければ力になろう。おいシルバー、わけがわからないことを安請け合いするな。大体何なんだそのミッキーとやらは。
夜中に俺様たちの部屋の鏡に現れる黒くてでっけえ耳したやつだ。ツイステッドワンダーランドにはいねえんだけど、鏡越しと夢の中で会えるんだぞ。ああ、俺も夢の中では彼に会ったことがあると思う。なんだそれは。ますます意味がわからんぞ。簡単に説明すると、つまりオンボロ領の鏡に深夜映るミッキーというものはここではない異世界の存在で、ミッキーが現れる特定の条件を突き止めれば監督生が元の世界に帰るための手がかりになるかもしれないと。ああ、だからエペルやジャックも含めて交代でオンボロ領に泊まって調査しようってことになったんだ。なるほど、そういう話だったのか。本当に何も理解してないのに OK したんだこの人。魔獣、異世界人、ヒューマノイド、人族、獣人族は揃ってる。だから妖精族の人にも協力してもらいたいんだ。そして一番のキーマンとなるのはミッキーと夢の中で接触したというシルバーさん。ああ、写真に写っている黒く大きな耳、赤いズボン、間違いないと思う。ミッキーとの縁を持たない俺がなぜ夢の中であの部屋に引き寄せられたのかはわからないが、夢の中では不思議なことばかり起こるものだからな。ミート・イン・ア・ドリームは誰かの夢、特に縁ある人間の夢に渡りやすい魔法だ。しかし目覚めた時に俺が忘れてしまっているだけで、実際は知らない人間の夢に迷い込んでいることもあるのかもしれない。いつ聞いても寝言のような魔法だ。こいつをその調査に参加させたところで本当に役に立つのか。調査の最中熟睡しているだけかもしれないぞ。シルバー先輩はワンチャン夢の中でミッキーに会えるかもしれないし、むしろ寝ててもらった方がいいんじゃね。言えてるんだぞ。それじゃあ調査内容の説明が終わったところで参加のローテーションについてだけど。おいちょっと待て、僕は参加するなんて一言も言っていないぞ。検査入院で遅れた勉強を取り戻さねばならないし、学園対抗戦の選抜に向けて鍛錬も欠かせない。若様も学園にお戻りになった今、おそばを離れるわけにはいかん。なぜなら僕は若様をお守りする来航の騎士なのだからな。うわ、ドヤ顔うぜえ。ずっとニヤニヤしてて気持ち悪いんだぞ。あいつ昨日の防衛魔法の模擬試合でも1年 D 組来航の騎士セベク・ジグボルトマイルって名乗りを上げてたよな。気持ちはわかる。二つなってなんかかっこいいよな。ならおめえも次は1年 A 組大釜のデュースって名乗ればいいんだぞ。バカおまクリームし皆さんお話中失礼しますよ。お、学園長じゃねえか。こんなとこで何してるんだ。用事があってバンルージュ君を探していたんです。リリ、親父殿なら昼食の後に予定があるとどこかへ行きました。いいえ、私が探していたのは君ですよ、シルバー・バンルージュ君。あ、そうか。俺もバンルージュにシルバー先輩、なんでガチギレしてるんですか。すまない。気を緩めるとだらしないにやけ顔を晒してしまいそうだ。ふん、名前を呼ばれたくらいで浮かれよって。だらしないぞシルバー。セベクさん、3分前のだらしない君の顔の動画再生しようか。はっはっは、好きなだけニヤニヤしたらいいじゃありませんか。
貴重なミスティウムの鎧を我々に譲ってまで手にした名前です。そりゃ感動もひとしおでしょう。それで学園長、俺に用事というのは？良いものが届いたので学園長室にいらしてください。よければ他の皆さんもご一緒に。良いもの？あ、親父殿、マレウス様。お、シルバーだけでなくセベクや監督生たちも一緒か。はっ、失礼いたします。シルバー君宛てに届いたのは新しいマジカルペンです。これのどこが良いものなんだ？何の変哲もないマジカルペンなんだぞ。キャップの部分をよく見てください。ナイトレイブンカレッジのマジカルペンは学生証を兼ねている。全員クリップの横に自分の名前が彫ってあるでしょ。名前が彫り直されている。こちらは君のお父様のご依頼で制作したものです。1本目は入学時に学園から無償で提供されますが、何らかの事情で2本目を制作する際は実費になります。結構するんですからね。贈呈はぜひお父様ご自身でどうぞ。学園長にお父様と言われると変な気分じゃのう。シルバーよ、わしはお前の育ての親ではあったが、法の上ではただの後見人じゃった。だがお主は本当の息子にと望んでくれたな。マレウスもセベクもそれを後押ししてくれた。これを。この書類は？茨の谷の法務員から取り寄せた正式な養子縁組申請書じゃ。わしの名はもう書いた。そこにお主が名を記せば、わしらは法の上でも親子として認められる。それで書類にサインするのにちょうどいい万年筆がたまたまここにあるんじゃが、使ってみるか？はい。サインしました。不備はないようだな。法務員に届け、すぐに戸籍へ反映させよう。マレウスが紙を燃やしちまった。心配するな。魔法で茨の谷まで送っただけだ。あんな紙切れ一つで何かが変わるわけではないが、これからもよろしく頼むぞ、息子よ。はい、親父殿。マジカルペン、ありがとうございます。大切にします。シルバーさんがすごい怖い顔でペンを睨みつけてる。こんなに喜んでくれると送った甲斐があったわい。あの顔喜んでるの？困った。授業中もこのペンが目に入ったらニヤニヤしてしまうかもしれない。頬を引き締めて授業に挑まなくては。あんな怖い顔で授業に出られたら先生が泣いちゃいませんか？学友の前ではしゃぐのが恥ずかしいんじゃろ。かわいいやつめ。ついこの間まで四つん這いで床を這い回っていたというのに、あいつもそういう年頃か。羨ましい。羨ましすぎるぞシルバー。僕もマジカルペンに大光の騎士セベク・ジグボルトと掘りたい。勝手に掘ればいいんだぞ。いやー、雨降って地固まるとはこのことですね。素晴らしい。そうじゃな。セベクにも昼休みを共に過ごす友人ができたようで喜ばしいことだ。違います。あいつらは友人などではありません。監督生が元の世界に帰る方法を探るため、ミッキー更新調査なるものに協力してほしい。そう額を床にこすりつけて頼むから、仕方なく話を聞いてやっていただけです。
ミッキー更新調査？なるほど。あの日の夜に人の子が言っていた元の世界に帰れるかもしれないという話がそこにつながるわけか。そういえば総合文化祭の晩にも鏡の中にミッキーを見たという話をしていましたよね。そしてドラコニア君の作り出した夢の中で再び彼と出会った。なんとも摩訶不思議な。監督生の部屋にある鏡は瞳の鏡のような魔法道具なのか？ミッキーの話を聞き、私もその鏡を調べてみましたが、何の変哲もない古い鏡でしたよ。じゃが特別な魔法道具でなくともゴーストがついていたり呪われていたり、いわくつきと呼ばれる不思議な道具はこの世にたくさんあるからの。世界中を旅したリリアならピンとくるものがあるかもしれない。見に行ってみるか。まじないや呪いがかけられている様子はない。リリアのファークライクレイドルを使っても特にめぼしい情報は得られなかった。本当に何の変哲もない鏡のようだな。銀歯や宝石ラジオのように特定の条件下でだけこの鏡がミッキーとの通信機の役割を果たすか。だから僕たちは鏡自体じゃなく環境や発生条件に着目して確実にコネクトできる方法を探ろうとしていたんだ。むやみに実験をして危険はないのか？ビビんなくてもミッキーはいいやつだし、襲いかかってきたりしねえんだぞ。そういうことではない。条件次第では意図せぬ場所に繋がってしまう可能性もあるだろう。ジグボルト君の懸念はごもっともです。鏡や本が不意に別の世界につながる扉となってしまい、吸い込まれた人が行方不明にという恐ろしい事件もツイステッドワンダーランドでは稀に発生しますから、調査をするにしても未熟な1年生だけで行うことは許可できませんね。そんな。そういうことなら僕が監督役をしよう。若様が？人の子たちの話が本当ならミッキーとやらは僕の魔法領域に別の世界から難なく干渉してきたことになる。僕としても気になる存在ではあるからな。言われてみればそうか。世界最高レベルの技術を持つステュークスが本気で構築式を解析してようやく干渉できた魔法領域の中にミッキーは苦もなくつるっと現れたわけだよね。まさかドラコニア先輩かそれ以上の実力のある魔法師ってことか？でもあいつ魔法使いじゃないって言ってたんだぞ。それは興味深い。ますます会いたくなってきたな。これマレウス、お主自分がまだ本調子ではないことを分かっておるのか？やれやれ、万が一のことがあってはいかんし、念のためにわしも同席するとしよう。若様とリリア様が参加されるのであれば僕も参加いたします。あれ、セベクは忙しいから参加しないんじゃなかったっけ？頼りになる先輩たちが参加してくれるし、セベクさんは勉強や対抗戦の練習に励んでいいんだよ。嫌だ、絶対に参加する。話はまとまったようだな。この調査で監督生が故郷に帰る方法を見つけられるよう努力しよう。ド
ドラコニア先輩たちが協力してくれるなんてすげえ心強いじゃないか。よかったな監督生。助け合いの精神素晴らしい。それにドラコニア君とバンルージュ君が監督役を名乗り出てくれて本当に助かりました。実は魔法災害の後始末と魔法師養成学園対抗協議会の準備で教員の皆さんの目が血走ってまして、誰か手が空いてる方監督してくれませんかなんて声をかけようものならきっと暴動になっていましたよ。ではこれをもってミッキーに関わる現象の調査を特別に魔法解析学の課外研究として認定します。それって単位換算あり？ええ、我が校の大切な生徒である監督生君の未来がかかっていますから。つまり筆記テストが赤点でも巻き返せるチャンスができたってことか？やったー！ですが夜更かしのしすぎで翌日授業で居眠りなんて本末転倒は許しませんよ。節度を守って調査に励むこと、いいですね。はい。そうそう、調査に参加予定の生徒は各自寮長にきちんと申請してください。レポートの提出もお忘れなく。では、忙しい忙しい。無事にミッキー更新調査が再開できそうでよかったね監督生さん。監督役のマレウスとわしは毎晩ここに来るとして、全員が毎回集まるわけにもいくまい？それに現象を確実に再現するには秩序だった切り分けが必要不可欠。毎日同じメンバーでやっていても検証にはならないから。改めてシフトを組み直した方が良さそうね。22時就寝だから週末しか参加できないやつもいるし。ジャック君大丈夫？誰かよくねえ噂してやがんな。新メンバー含めた全員を集めてまずは決起集会だな。シフトだけじゃなくて調査中のおやつと飲み物についてもしっかり決めとかねえと。月曜日はチョコ、火曜日はポテチ楽しみなんだぞ。調査は課外研究の一環であって遊びのお泊まり会ではないぞ。まずは記録方法や申し送り方法などをきっちり決めるべきだろうが。この年になって学友たちとパジャマパーティーをすることになろうとは。みんなとびきり可愛いパジャマで参加するんじゃぞ。パジャマパーティー、招待されたことがないパーティーだ。集まりを楽しみにしている。はっ、若様。おいお前たち、最高のパジャマパーティーにするぞ。心配すんな。オンボロ寮の親分たる俺様が閉めるとこ閉めてバッチリ調査してやるんだぞ。もう俺様にドーンと任せとけ。頑張ろうな子分。